それでは、弁護士の芦名と申します。今回はメリディアン180という、多言語のプラットフォーム、オンラインのですねプラットフォームのご紹介をさせていただきたいと思ってます。まず簡単に、私の自己紹介をさせていただきます。私はもともと東京で、弁護士登録をしたんですけれども、その後弁護士があんまりいない地域である福島県相馬市に2年半赴任をして、その後、約9年前に静岡に来て現在に至ります。今主要な活動としてはいろいろな企業の顧問の弁護士ですとか、あといろいろな個人の方々のご相談をお受けしているとともに、福島の原発事故の救済の問題にも取り組んでいます。ちょっとそういう背景事情を分かっていただいた上で、これからの報告を聞いていただくと、なぜこのプラットフォームを私が紹介するのかというところがご理解いただけるかと思いますので、頭に置いておいていただければ嬉しいです。それでは早速報告の内容に入らせていただきます。まずお手元にですね資料を今回お付けしているんですが、ちょっと紙芝居形式にしました。ただちょっと字が小さいので読みにくいかもしれませんので、お手元の資料を適宜ご参照いただきながらお聞きいただいた方がいいかと思います。でまずですねメリディアン180とはという表紙なんですが、こちら東日本大震災福島第一原子力発電所事故をきっかけに誕生した多言語プラットフォームの挑戦というふうに副題をつけさせていただきました。メリディアン180といきなり言われてもなかなかどういう意味なのということを思われる方が多いと思うので、少し背景の方を説明させていただきます。でまずメリディアン180の誕生なんですが、まずメリディアン180というもの自体は一言で言うと副題にも出てくるようなオンライン上で多言語で、具体的には中国語、韓国語、英語、日本語の4カ国語でいろいろなテーマについて専門知識を持つ人が語り合うという、そういうかなり画期的なフォーラムです。フォームです。オンラインフォームです。で、それがじゃあどうして誕生したんだという話なんですけれども、こちら資料の方に書かせていただきましたが、きっかけはですね、実は2011年3月に発生しました東日本大震災、それから福島第一原子力発電所事故がきっかけです。この時コーネル大学を中心に、やはりこの壊滅的な危機を乗り越えるために研究者や、専門家はどのような役割を果たせるんだろうかという、もう本当に強烈な危機感が、コーネル大学から提起されたというのが最初のきっかけでした。そこから、コーネル大学だけで話をするんじゃなくて、もちろん日本で起きた事故ですから日本の知識人や専門家、それから韓国や中国といった、東アジア太平洋、環太平洋地域ですね、そういう方々を、招いて、いろんな議論について語り合っていこうじゃないかというのがきっかけです。で、内容的にはですね、いろんなことをこれ2011年からかれこれ6年も経ってますので、これまでいろんなことを語り合ってきたんですが、一番最初の主要なテーマというのがここに掲げさせていただいた通り、日本の震災原発事故のような危機における知識人やプロフェッショナルの役割は何かということでした。私はこのフォーラムがまだこのトピックがですねまだ生きていた時に、私の福島の原発事故の被害者の救済に関わるさまざまな活動をブログに書いておりまして、そのブログに目を留めてくださったコーネル大学の教授の方からこのメリディアン180というものに誘われて以来6年間参加しています。でメリディアンの組織運営の仕組みというところに説明を移らせていただきますね。で、結構組織としてはしっかりしておりまして、拠点としてはコーネル大学、それから韓国ソウルの林科女子大学、それから東京大学社会科学研究所にそれぞれの拠点があります。日本の拠点は東京大学の社会科学研究所ということになります。でメンバーが29カ国380の組織にわたっていまして、職業も本当に多様です。大学の研究者、弁護士、官僚、ビジネスマン、人類学者、コンピューター工学、経済学者、政治学者、社会学者、
医療関係者、ハッカー、法律家などなど800人以上いらっしゃいます。で、そのメンバーも紹介制でどんどん増えているので、今全体で何人いるのかっていうのは私自身もよく分かっていないぐらいたくさんいます。で、先ほどちょっとちらっと申し上げた通り、4言語で、自由に言論を、交わし合えるようにという目的で、その一つのトピックに対して投稿した、それが例えば私の場合は日本語で投稿するんですけれども、それがだいたい48時間をめどに中国語、韓国語、英語に訳されて、その各国の方々に自分の言っていることが瞬時に届くという仕組みになっています。で、そういう関係があるものですから、少なくともオンラインフォーラム上は言語の壁はないと。たとえイギリスの方でも中国の方でも韓国の方でも、その方々の考えていることが私には日本語で理解ができるので、言葉の壁がないというところはとても大きな特徴かなというふうに思います。で、活動としてはですね、基本的にはまずはみんなでもっと話そうよというところが基本にあるものですから、オンラインフォーラムでの議論というのが中核になります。ただ、6年経って、その議論の成果をまとめていこうという動きも同時に活発化していまして、国際的なワーキンググループやカンファレンス、ワークショップなども、いろんなテーマで開かれていますし、それから4カ国語での電子書籍になるんですけれども、電子書籍を出したりとか制作白書を出していこうという動きにもつながってきています。なのでちょっとこれからどういう可能性があるのかっていうのは、また主催者の思惑を超えて広がっていきそうな、仕組みというか組織というか、そういう感じだと思います。で、簡単にちょっとこれまで議論されてきたテーマというのをご紹介しますね。で、本当にどれだけ多岐にわたることを議論しているかということをご紹介するために少しご紹介をピックアップしたんですけど、いっぱい本当はもっともっとたくさんあります。ざっと挙げるとグローバルデータガバナンス、中央銀行をめぐる政治の変容、原子力エネルギーと気候変動などなど、あと幸せとは何でしょうとかですね、そういう議論もあったりします。なのでいかにですね、いろんな、トピックがあるかということがお分かりいただけるかと思います。で、私は当初原発事故のことだけ発言してればいいやと思ってたんですけれども、やっぱりいろんなトピックが結構面白くって、特にその幸せとは何でしょうとかですね、そういう話っていうのは普遍的な課題でもあるので、時々自分の専門外のテーマにも投稿したりしています。で、続いて、いわゆるオフ会についてご報告したいと思います。今回ですね、今年の5月に行われたんですけれども、このメリディアン180という、組織自体は基本的にはオンラインフォーラムを前提としているので、普段はなかなか顔を合わせられないんですけれども、去年からですね、年に1回ぐらい、来られる人は顔を合わせて、もう面談して、もうリアルなコミュニケーションしようよという試みが、出てくるようになりました。で、去年は沖縄で、今年はベルギーのブリュッセルで行われまして、直近のブリュッセルでどんなことが行われたかっていうのを少しご報告したいと思います。で、これがですね、ブリュッセルの、みんなで集まった時の写真で、メリディアのホームページ上に公開されている写真なんですけれども、だいたいざっと60人ぐらいの方が参加されて、本当にいろんな議論を交わしました。ちょっと内容についてご報告していきますね。で、まず全体テーマなんですけれども、そのオフ会といってもですね、メリディアン180のオフ会なので何の準備もいらないというオフ会ではなくって、結構事前に、テーマ設定がされてたりとか、そのテーマ設定に沿った形でいろんなプログラムが組まれているという
そういうイベントでした。とても濃密だったんですね。単純にこう会ってわーっとあの人が誰々さんなんですねで終わるような会じゃなくて、本当に仲良くなれるように工夫されていました。で、全体テーマがですね、How to respond to the rise of inward looking society、内向き社会にいかに対応するかっていうのが、全体のテーマでした。で、じゃあその内向き社会っていうのはどういうものをイメージするかっていうその言葉だけでは皆さんそれぞれいろんなことを思われると思うんですが、おそらく背景事情、このテーマ設定をした背景事情にアメリカのトランプ大統領の当選ですとか、あと欧州各国で見られる、いわゆる、右翼の、政治家が、移民を排斥するといったそういう運動が、結構盛んになっていることを背景事情にしてこのテーマ設定がなされたものだと思われます。で、そのテーマ設定を、見事に反映した基調講演が初日にありまして、その基調講演がかなりビッグネームで、初代 EU の大統領で、ファン・ロンパイ氏、ベルギーの首相を務められていた方なんですね。で、だいたい基調講演自体は1時間ぐらいでそんな長いものではなかったんですけれども、非常に教養が深くて、またウィットにも富んでいて、とても私たちそんなヨーロッパのね政治に詳しいわけではない私のような一介の弁護士にとっても刺激的な内容でした。で、全てをご紹介することはとても難しいので、私が一番感銘を受けた部分だけここに挙げさせていただきました。ファン・ロンパイ氏が言っていたことなんですけれども、何かが機能不全だということになると途端に、その存在自体がもうない方がいいと。つまりとっても短絡的な議論、これうまくいかないってことはない方がいい。で、その矛先が今やはり民主主義にも向けられていて、民主主義は一体何の役に立つのかと。民主主義の結果トランプ大統領が生み出されたりとか、民主主義の結果、多数決による支配というのが決して経済的にはギリシャの例とかありますよね、いい成長をもたらさないとか、そういう中で何の役に立つのかという批判が向けられているけれども、民主主義というのは何かの役に立つからじゃなくって、民主主義があること、存在そのものが価値なんだということをとても分かりやすい英語でお話ししてくださって大変感銘を受けました。で、次がですね、この初日の夕食会になったんですけれども、この夕食会が単純に夕食だけでは済まずにですね、なんとですね、9つだったかな、9つじゃないですね、11個ですね。11個のまずテーブルに分かれていまして、その11個のテーブルにそれぞれキーワードが置いてあるんです。で、具体的にここにちょっと挙げさせていただいたんですけど、全部読み上げませんけれども、キュリオシティ、好奇心とか、トレランス、寛容、リスク、ディスカバリー、発見、ホープ、希望とかですね、とにかく11個のキーワードが置かれていて、好きなキーワードの席につきましょうという趣向になっていました。で、私特にその好きな言葉があるとかではなかったんですけれども、トレランスっていう寛容というテーブルにつかせていただいたんですけれども、なんとですね、そのキーワードを使ってそのキーワードから想起される、自分の体験でもいいし他の人の体験でもいいんだけれども、みんなに話せるエピソードを一つずつ話せと、そういう趣向になっていたので本当に、なかなか日本語でですね、寛容っていうことを、説明しなさいって言われてもそこから想起されるエピソードっていうのは難しいと思うんですけれども、それをさらに英語で話すということだったので、個人的にはとても大変でした。ただやっぱりさすが世界各国からとっても引き出しがたくさんある方が集まってるだけあって、トレランスという一つの言葉から民族紛争の話から家庭内の話、それから自分のワークライフバランスの話、いろんな話が広がっていきまして、とっても楽しかったです。私自身が提供できることというより、皆さんのお話をお伺いできるのがとっても楽しい席になりました。で、続いて2日目なんですけれども、2日目は朝から全体のワークショップというものが行われました。で、このワークショップは全体でやりますので、やはりインワードルッキングソサエティという、まさに
サミット全体を通してのテーマを、意識しながらの、会合ということになりました。で、事前に与えられていた課題でそのインワードルッキングソサエティというその言葉から一人一人が、自分にとっての内向き社会を象徴するもの、または内向き社会から抜け出させてくれるもの、そのかけ方はどういうかけ方でも引っ掛け方でもいいんですけれども、そういったオブジェを持参してきて、でそれを人に説明できる状態にしてきてくださいという、イベントだったんですね。で、私はかなり迷った末にキング牧師のスピーチ集を持っていきまして、やはりそのキング牧師が非常に絶望的な空気の中でも、それから本当に悲惨な現実の中でも、ずっと I have a dream と、もう絶対に未来は良くなると言い続けて、それを一人一人、その大観衆の聴衆の一人一人に届く言葉で語り続けたっていうところがとっても心打たれていて、そうするとそのキング牧師が生きていた時代よりはずっと良くなってるはずの今の時代でも、やっぱりキング牧師の、I have a dream っていうスピーチがインワードルッキングソサエティを打破するきっかけになるんじゃないかっていうことを私なりに考えて、そのスピーチ集を自分のオブジェとして持っていきました。で、そのオブジェを2人1組になって、どうしてそれがインワードルッキングソサエティを象徴するものなのかっていうのをパートナーに説明し、かつそのいくつかのグループに分けられるので、そのグループ内でさらにその内容についてプレゼンをし、最終的にそのオブジェをみんなで交換し合うというイベントをしました。で、本当にいろんな引っ掛け方があるものだなっていうふうに思いました。祖母からもらった大切な手帳を大事にされている。で、その手帳を見ると祖母からの愛情が心に流れ込んでくる気がするから、そういう愛情を確かめると自分は、自分の殻に閉じこもってちゃいけないと思うんだっていうお話をされる方もいらっしゃいましたし、ポータブルラジオの話をされている方もいて、ラジオがいろんな情報を持ってきてくれるから、そこからインワードルッキングソサエティから抜け出せるんだっていうお話をされている方もいました。本当にいろんな方がいらっしゃいました。で、続いてこちらですね。グローバルサミットのプログラムの紹介の3番に移らせていただくんですけれども、全体サミットのことについて今までご説明してきました。基調講演と全体のワークショップですね。で、ただいろんな専門家がいるので、全体でだけやっているとちょっともったいないということもあって、4つのテーマ設定があらかじめなされていました。具体的には、移民、エネルギー、通商、安全保障の4つに分かれていて、私は、自分の専門分野との関係からエネルギーのところに入って、福島の原発事故の話だとか、その後の政府の対応とかについて私なりにできる話をしてきました。他のテーブルでもそれぞれ例えば通商のところだと、本当にそのアメリカの国税庁に勤めている方がいらしたりとか、移民の問題だとそのヨーロッパのその移民の関係の、ちょっとどこの国かってとこまで覚えてないんですけれども、移民行政に携わっている方が来ていらしたりとかで、とても有意義な議論がなされていたようです。で、本当にその朝から晩までほとんどその会議をしているので、本当に持つのかなと思ったんですけど、皆さん本当にお話が上手な上に尽きなくて、でどこまでも広がってっちゃうので、逆にもう収集がつかないっていう感じですね。その時間が収まるのかどうかっていうのを日本人的には心配したんですけれども、収まるかどうかじゃなくて、広がりすぎてこれどうまとめるんだろうかっていう感じの広がり方で、最終的に特に何の結論も出なくて終わったっていうのが私の印象です。で、続いて翌日ですね、3日目に、じゃあそれぞれのグループでどんなことを話し合ったのかを
他のグループの人に紹介しようっていう、また今度全体セッションが開かれて、でその全体セッションでプレゼンをそれぞれのグループがするんですけれども、やっぱり本当に一筋縄ではいかないなと思ったのが、各グループすごく工夫されていて、例えばどこのグループだったかな、そうです、トレード貿易のグループは寸劇みたいなのをもう用意されていて、その貿易自由化に反対する市民のデモを何人かでこう再現したりとか、それに対する政府の高官の言い分を言ったりとか、なんかすごく面白かったです。よくこんな高度な寸劇を仕上げてくるなっていうグループもあれば、移民のグループですね、ミグレーションのグループはそのグループ全体が一つのこうサークルになって、でそのサークルの中で一人一人移民について思うことを1分ずつぐらい話していくっていう、なんて言うんでしょう、本当にその移民の問題っていうのが多国籍から基本的に集まってる人たちなので、全く一言じゃないんだなっていうことを肌で感じる発表でした。つまりヨーロッパの人はヨーロッパの人といっても自分のルーツは実は違うところにあるんだよっていう方がいっぱいいらしたし、日本人の方でも例えば今コーネル大学で教えてるような方っていうのは日本人のルーツを持ちつつアメリカの大学で教えるっていうことについての移民の自分の中にある移民の問題っていうことを考えているとか、本当にいろんな話が出ていて、で結局そのどのグループも何かこうすぐはっきり政策に提言できるような話が出たとか明確な結論が出たとかではないんですけれども、いかにいろんな議論をしてたかということがとてもよく分かって、すごいなと、こういう議論をするってことそれ自体に意味を見出すこのグループっていうのはすごいなというふうに感じました。でこういうことを経てですね、最終的に私が学んだことっていうのもどうしてもちょっと漠然としてしまうんです。何か例えば自分の弁護士としての技術を上げるためにこういうスキルを獲得しに行ったんだとかではなくて、本当にその皆さんとの議論を楽しみに行ったっていうところは私もあるので、そうすると、あえてまとめるとこういうところかなと今回の報告をするのを機にまとめてみました。3点あります。一つはやっぱり学ぶこと、それ自体の喜びを、本当に改めて体感しました。学生時代は学ぶことって面白いなと思ってたんですけれども、やっぱり実際仕事に出ると目の前の課題に向き合わなければならないし、すぐに役に立つことっていうのをどうしても求めてしまうんですね。ただそれがもちろん必要ではあるんだけれども、本当にここに書かせていただいた通りもうすぐに役に立つことが本当に豊かで深いことなのかっていうと必ずしもそうではないということが分かりました。むしろ逆にすぐには役に立たないかもしれない深くて一見関係なさそうな学びこそが本当に誰も考えたことのない危機に立ち向かうための底力になるんじゃないかなっていうふうに思いました。なので例えば福島の原子力発電所事故なんていうのは日本人ももちろん考えたことないんですけれども、世界中の人だって多分これ本当にどうしたらいいのかっていうことって誰も考えたことがないかもしれない問題ですよね。そうするとその既存の知識ですぐに役に立つことっていうことを求めすぎることはかえって反対方向に走ってしまう危険性もあるのかなと思いましたし、学ぶことの楽しさを思い出させてくれたというのはすごく大きかったです。それからやはり専門知識を、人に役に立たせていくことの必要性というのを改めて痛感しました。その1で言ったこととちょっと相反するように聞こえるかもしれないんですけれども、逆に今回出会った知識人の方々がそれほどまでにですね、いろんな深い学びをしているのは決して自己満足のためではなくって、それが社会に還元していけるんだと、還元していかなきゃいけないんだっていう、強い危機感があっての学びであるということを感じたんです。具体的には今のやはりトランプ現象とか欧州のいろいろな政治状況の中で、専門家官僚が、一般の民衆と
の気持ちを分かってないとかですね、乖離しているエリートっていうのは私たちの気持ちを分かってくれないっていうようなことを現実に突きつけられている中で、自分たちの役割は何だろうということをとても真剣に考えている。そういうことからすると、自分たちも自分の目の前の仕事を処理するってだけじゃなくって、専門知識をどう社会に還元していくかってことを考えなくてはいけないんだなっていうことを強く思いました。それから3つ目なんですけれども、これは学んだことっていうよりとても感銘を受けてどうしても言いたいなと思ったことなんですけれども、やっぱりみんなが人生に真摯に向き合ってどんなことにも真剣に取り組んでいる。要はですね、例えばオブジェを持ってきて交換するとかですね、何の役にも立たないんですよ。実生活には何の役にも立たないことにものすごく真剣に取り組んでいますし、それから結局結論が出なかった議論の紹介をするために寸劇をわざわざ書いたりとか、プレゼンの仕方を考えたり、みんな真剣なんですね。で、私だけかもしれないですけれども、日本の社会の中で頑張ることとかものすごく真面目に取り組むこととか、もちろんすぐに役に立つ業績を上げるために頑張るとか、自分のスキルを上げるために頑張るとかは確かに誰もバカにしないかもしれませんけれども、どんなことにも一生懸命取り組むとかですね、真面目であるとか情熱を燃やし続けるっていうことが揶揄される対象のような、あの人は真面目だよねとか浮いてるよねとか、そういう空気ってどこか蔓延してるような気がするんですね。だけどやっぱりどんなことにも真剣に取り組むっていうのはとても美しいことで、その人を内面から発光させるような、輝かせるような力があるんだなっていうことを強く感じました。で、私もそういう本当にどんなことでもバカにせず一生懸命取り組むっていうスタイルを大事にしていきたいなってことを感じました。以上、私からのご報告おしまいです。ありがとうございました。